日本語をたくさん勉強していて、もうある程度言葉は聞き取れるようになったのに、実際に人と会ってお話をするお買い物などのシーンでちょっと難しいと感じる人はいませんか？お買い物でよく使う言葉や実際の流れを知っているだけでもとってもスムーズにお買い物ができるようになると思います。なので今日は実際にお買い物をしているようなつもりで聞いてもらえたら嬉しいです。シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。このポッドキャストでは自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。ぜひリラックスしながら最後までゆっくりと聞いてもらえたら嬉しいです。最初でもお話ししたように今日は日本でのお買い物とお会計の流れについてお話ししていきたいと思います。なので皆さん今から実際に日本でお店に入っていくつもりで少し想像しながらお話を聞いていただけたらと思います。まず行きたいお店が見つかったらお店に入ります。入店します。するとすぐに店員さんがいらっしゃいませと言ってくださると思います。これはようこそと歓迎してくださっている意味ですが、特に返事はしなくても大丈夫です。軽くこうやってお辞儀をしたり、こんにちはと返事をしてくださったらもう完璧です。すっごく礼儀があって素敵な人だなと思います。そしてお店に入ったらいろいろ商品を見て好きな商品を選びますね。買い物かごに入れたり商品をそのまま手に持って欲しいものがすべて揃ったらレジに行きます。日本ではレジで計算をしてもらうまでの待つ間、人がたくさんいた場合はきれいに一列になって待っていることが多いです。なので周りの人も少し見ながら一番最後にいた方の後ろにきれいに並んでもらえたら OK だと思います。そして自分の番が来ると店員さんが一つずつピーッと商品をスキャンしてくれる時間になりますね。ここで一番よく聞かれるフレーズは袋はいりますか？です。これはどこのお店に行っても聞かれるんじゃないかなと思います。コンビニやスーパー、服屋さんとか帽子屋さんとか百貨店などに行っても必ず袋はいりますかというふうに聞かれることがあると思います。ほとんどのお店今は袋は有料になっているので、袋が必要かそうでないかによってお会計金額が変わってくるので、これは必ず店員さんは確認する内容になっています。なので袋はいりますかというふうに店員さんが聞いてくださったら、袋が必要な時ははいお願いしますとか、はいください、はいだけでも大丈夫です。緊張して言葉がもし出なさそうな時ははいだけでも OK です。そして反対に袋がいらない時もありますね。その時はいりません、必要ないですと言ってくださったら OK なのですが、日本人はこの時によく大丈夫ですという方が多いです。以前にポッドキャストでも少しお話ししたことがあるのですが、この大丈夫ですはすごく日本語的、日本人っぽいなという表現ではあるのですが、
いらないです。必要ありません。こういう風に言ってくださったら 100% 確実に伝わるので、こうやって言ってくださったら OK だと思います。そして、袋はいりますか？この言葉、いります、いりませんで解決して、次に聞かれることが、これはお店によっても違うのですが、よくポイントカードはお持ちですか？ポイントカードはありますか？こんな風に聞かれることがあります。これはお店で貯めることができるポイントカードをあるかないか聞いているお話になります。このポイントがたくさん貯まると、例えばプレゼント商品がもらえることがあったり、お会計がポイントが全部貯まったら少し安くなったりすることがあるので、このポイントを貯めてる人にとってはこの質問はとっても大事なんですね。外国から来て旅行で来る方、なかなかポイントは貯めていない方が多いかなと思うのですが、外国の方でも実際に日本によく来る方や住んでいる方などでポイントを貯める方はたくさんいらっしゃると思うので、店員さんはこの人は聞かなくて大丈夫、そんな風には判断せずに、皆さんに聞いている質問になります。なのでこの時はポイントカードがある時はありますと言ってポイントカードを店員さんに渡せば OK です。ない場合はありませんやないですと言っていただけたらバッチリです。そして次にお金を支払います。日本ではまだ現金しか使えないお店もありますが、反対に現金は使えないお店も少しずつ増えてきていて、お店ごとに使える支払い方法が違うこともあるので、確認してもらえると一番確実かなと思います。もしクレジットカードでお支払いした場合、カードは使えますか？こんな風に言って、今実際に持っているカードを店員さんに見せると、店員さんが使えるカードかそうでないカードか確認してくださるので、実際に持っているカードをこのカードを使えますかと言って渡してみると OK だと思います。また現金で支払いをしたい場合は、現金でもいいですか？現金で支払いできますか？というふうに言ってくださったら、店員さんが現金が使えるのか使えないのか教えてくださるので、これで大丈夫だと思います。現金は使えますか？現金で支払いできますか？こんな風にお話ししてくださったら OK です。そして特にスーパーなどで少し気をつけてほしいポイントが一つあるのですが、今私が住んでいる韓国ではお会計が完全に終わる前に商品を自分のカバンや袋に入れても OK なんですね。こうやってすることでお会計を早く終わらせることができて、次の人また次の人、どんどんスムーズにお会計をすることができます。ですが日本ではお金を支払ってお会計が完全に終わるまでは商品を自分の袋やカバンに入れてはいけません。これは私が韓国に来て実際にスーパーに行ってみて文化の違いですごく驚いたことなのですが、皆さんの国ではどうですか？日本ではすべてお会計が終わるまでは商品をカバンの中に入れてはいけないので注意してください。そしてお会計が終わると店員さんがありがとうございましたというふうに言ってくださるので、
これでお会計はすべて終わりです。お疲れ様でした。今までの一連の流れを少し整理しながら覚えてほしいフレーズについてもう一度お話ししますね。まずお店に入ったら店員さんがいらっしゃいませと言ってくれます。そして好きな商品を選んでレジに行きます。レジに行くと店員さんが袋はいりますかというふうに質問してくださるので、そこでいります。はい、お願いします。必要です。こんな風に欲しいときは言います。いらないときは必要ありません。いらないです。いいえ、大丈夫です。こんな風に言えば OK です。そして次にポイントカードはありますか？こんな風に聞かれたときは、ポイントカードがある場合は、はい、ありますと言ってポイントカードを店員さんに渡してください。ない場合は、いいえ、ありませんと言えば OK です。そして実際にお金を払う場面では、カード使えますか？というふうにカードを見せてみる方法や、現金でも支払い可能ですか？現金で支払いたいのですが、現金も使えますか？こんな風に言っていただいたらバッチリです。そして最後は店員さんがありがとうございましたと言ってくださるので、こちらもありがとうございましたと言えば完璧100点でお会計は終了になります。どこかでお食事をした後は店員さんがお会計をしてくださることが多いと思うのですが、日本でも最近はセルフレジが少しずつ増えてきています。機械を使ってレジを自分で行う方法でバーコードを一つずつスキャンしていくのですが、店員さんがその機械の近くに立ってくださっていることがほとんどなので、もしわからなかったら気軽に店員さんに尋ねてくださっても大丈夫だと思います。はい、ということで今日は日本での実際のお買い物の流れについてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？私も実際にお買い物をするときに店員さんの言葉がすっごく早くて全然聞き取れなかったと悔しい思いをしたことがあるのですが、この一連の流れやお買い物の時によく出てくるフレーズを覚えてからもう一度お買い物に行ってみたら、前回よりとってもスムーズに会話することができたので、ぜひこの動画お買い物前にもう一度確認してから行っていただけたら、すっごく自然な会話ができるんじゃないかなと思うので、もう一度見てもらえたら嬉しいです。このポッドキャストではこれからも自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いてくださると嬉しいです。最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。では次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。